どうもこんにちは、なにこでございます。本日は男装でございます。本当にね、最近嬉しいんですよ。ちょっと前までは男装の動画を上げても全く伸びなかったんです。多分みんなが男装する機会がないから、そもそも男装のメイク動画を見る必要がないみたいな感じで全然伸びなかったんですけど、なんかね、最近ね、めっちゃ見てもらえるようになったの。男装の動画も密かに男装人口が私の周りで増えてるのかなと思って、ちょっと嬉しく思ってるんですけど、きっと違うんですけどね。これからも続々と男装動画を上げていければなと思っておりまして、で、本日のね、題材は漠然となんか今まであんまりやってこなかったタイプの男装をやりたいなってすごく思って、私が過去にやってきた男装って現実にいなくはないよねみたいなタイプの男装を結構してきたんですよ。ただ今回は結構思考をガラッと変えたいと思いまして、コスプレチックな方に向いた男装を今回はやっていこうかなと思います。ということで本日は狼男メイクをやっていこうと思います。お前たちを食ってやろうか。そうです、本日はね、狼男メイクでございます。序盤からね、ちょっとチラチラ見てたかもしれないんですけれど、こんな感じの狼耳っていうの、獣耳っていうのなんだかわかんないけどを準備いたしました。で、そう、狼って聞いてたけど白いなんて聞いてないよと思ったでしょ。私もびっくりしたの。白いね、これを見かけて、待って、白の狼って良すぎちゃうかもって思ったんです。今からこの白いね、毛も耳が合うような狼メイクをするって、狼男になるって考えたら、ちょっとニコニコが止まらないんですけど、なんか最近の動画気持ち悪い動画ばっかかもね。マジでごめんね。私はずっと気持ち悪いんだけど、最近増して気持ち悪いの私。ごめんなさい、本当。とりあえずね、こちらの耳以外にもいろいろ準備してまいりましたので、気合を入れてかっこいい、みんながうっとりしちゃうような狼男になっていければなって思います。じゃあやっていきましょう。はい、ということで早速メイクを始めていくんですが、その前にカラコンをつけていきますよ。本日つけていくカラコンは最近の動画でちょくちょく出しているエヌズコレクションの天ぷらという意味のカラコンをつけていきます。こんな感じのベージュな感じのカラコンになっております。男装っていうのもあるし、狼男っていうのもあって、目がきつく見えるのがいいなって思ったのと、やっぱ今回白い毛の狼男になろうかなと思っているので、ちょっと明るめのねカラコンを準備いたしました。じゃあちょっと片方つけてきます。はい、片方カラコンをつけてまいりました。相変わらずこのカラコンは本当にすごい色をしているね。つけるたんびに毎回びっくりしてる気がする。でもかなり、一応まだお見せはしてないんですけど、ウィッグもね、少々明るい髪の毛でございますので、それにも合うんじゃないかなと。それじゃあもう片方もつけていきます。はい、こんな感じで両目ともカラコンをつけれました。だいぶ顔がかっこいい印象になったのではないかなと思いますので、かなり男装メイクをするのが楽しみになってまいりましたよ。というわけでメイクを早速始めていきましょう。そうしましたらですね、本日はいつもだったら大体眉毛から描いているんですけれども、今回はコントゥア系を先にやっていこうと思います。まず一番最初にやっていくのはノーズシャドウでございます。で、男装の時のノーズシャドウはね、もう単純明快でございますよ。眉毛の目頭のところから直線に下に下ろしてくる感じで、鼻先の方までまっすぐ下ろしていく感じ。はい、こんな感じでノーズシャドウが終わりました。やっぱ男装ですのでかなりしっかりめに濃いめにノーズシャドウとかコント分けをやっていくのは大事ですね。そうしましたらですね、顔周りのシェーディングもやっていきますよ。顔周りのシェーディングはまずはこめかみから直線に下に下ろすようにシェーディングをしますと、フェイスラインもフェイスラインにまっすぐ沿ってシェーディングを入れます。こうくるくるくるってやっちゃうと丸い感じで削れてっちゃうので、シュッシュッシュッと直線的に削っていきます。あと頬の部分にこの頬骨の下のこのへっこんでいる部分をより強調するようにシェーディングを入れますと、はい、こんな感じで顔全体のシェーディングが終わりました。そうしましたらマットハイライトも塗ってっちゃうよって感じ。鼻とか顎先とか、あと意外と大事なのがこの眉毛の上に明るさを出すと彫りがちゃんと出てかっこいい顔になると思われる。そうしましたらこんな感じで顔全体でコントリングが終わりました。そうしましたらお次はね、眉毛を描いていきます。適当な眉毛を描くやつで、太めで眉頭を近めに眉毛を描いていきます。で、眉毛描く時もさっきも言った通り直線的な形にするのが大事。はい、こんな感じで眉毛が描けました。なんかわかんないけど私男装の時の太い眉毛描く時の方がめちゃくちゃ眉毛が綺麗に描けるんだけど、これは何なんだろうね。そうしましたら今回一応明るい色の耳とかウィッグを身につけるので、若
け眉毛を明るくしたいなと思います。ただこのごつさみたいのが消えないぐらいのあれにしたいので、コンシーラー眉マスカラみたいな感じで明るくするんじゃなくて一般的な明るさぐらいにしていきます。はい、こんな感じで眉マスカラも塗れました。そうしましたらですね、アイメイクに入っていきますよ。そしたら最初にやっていくのはアイシャドウを塗っていきますよと。今回使っていくアイシャドウはいつも通りメイクのソフトブラーニングアイパレット15番ボールダークブラーニングでございます。ちょっと甘噛みしてた気がするけど気にしないで、こいつのブラウンとかグレー系のやつを使っていければなーって感じです。そしたら一番最初に塗っていくのはこちらのお色味でございます。こいつをもうアイホール全体に、下まぶたも上まぶたも全体的に塗っていっちゃいますよと。はい、こんな感じでアイホール全体と下まぶたにアイシャドウが塗れましたら、お次は細めのブラシを使いまして、お色がこちらのお色味を使っていきます。こいつをピピッと取って下まつげの生え際を全てこのアイシャドウで埋めていきますよと。はい、こんな感じで下まつげの生え際を全て埋められましたら、今回はねしっかりめに二重幅を変えていきたいなと思っておりまして、二重幅の変え方が二重幅の端がこうつったような感じ、上に上がってるような感じで二重幅を作っていこうかなと思っております。まずは一旦シンプルにこんぐらいの幅にしようかなっていうのを決めたら、決めた幅になるようにアイプチを置いて、そしたらこの目尻側のアイプチを上に沿わせるんじゃなくて、目尻の二重幅が床と平行になるぐらいの位置まで上げてから貼り付けますと、仕上がりはこんな感じです。わかりますかね。目尻に行くにつれてかなり二重幅が広がってるみたいな感じに仕上げます。ちょっともう片方もやってきますね。はい、こんな感じで二重幅を広げられました。そうしましたらアイライン関連に参ろうと思いますよ。まず一旦使っていくのがキャンメイクのクリーミータッチアイライナーの11番クラウディーグレーというアイライナーを使っていきます。このアイライナーは下まぶたのアイラインと上まぶたは上まぶたのアイラインの下書きみたいな感じで使っていくので、ちょっと優しい感じのお色味のアイライナーだったら何でもいいです。こいつで上まぶたのアイラインは今作った二重幅と平行になるようにラインを描いていくと。わかりますかね。作った二重幅と平行になるようにアイラインを描きました。一旦これは下書きなんで気負わず描いていただければなって感じ。はい、こんな感じで上まぶたのアイラインの下書きが終わりましたら、下まぶたのアイラインは本書きをやっていきますよ。で、描いていくのはさっきね下まぶたの際をさ埋めたじゃない、濃い色でそれをなぞっていく感じ。下まぶたの生え際を埋めたアイシャドウの下側の境界線をなぞっていくみたいな感じ。ちょっと伝わりづらいかもしれないんだけど、下側の境界線をピーッとなぞっていくわけだな。目尻側はだいたい白目の終わりぐらいまで境界線をなぞっていきますと、こんな感じでね途中まで下までのラインかけたら、この終わりの地点、白目の終わりまで描いたラインをここからまぶたのアイラインにつながるように斜め上にピッと引いていきます。これを簡単にピッピッピッとこんな感じで全体的にライン系統が描けましたら、本書きをしていきますよ。上まぶたのアイラインの真っ黒のアイラインで今のアイラインをなぞるだけ。はい、こんな感じでアイラインの清書ができました。いい感じに目がキリッとしてきたんじゃないというところで、ささっと涙袋を描いちゃいましょう。涙袋はこちらのお色味を使っていきます。こいつをチュチュチュって取って涙袋の下書きをしていきます。で、今回は男装なのでちょっとちっちゃめ、幅狭めの涙袋で描いていくのがね、黒目より外側中心に涙袋を描いていきます。さっきさこうカックンってさせたところあるじゃない、下まぶたのラインで、そこが一番濃いぐらいの感じかな。こんな感じで下書きが描けましたら、1個下のこちらのお色味を使っていきます。こいつをチュチュチューっと取って、今描いた下書きの下の方に濃い色を入れて涙袋ゲーチュだし、さっきも言った通り黒目より外側の部分が一番濃くなるといいかもね。 OK、 こんな感じで涙袋も作れました。そうしましたらまつげをやっていくんですけれども、今回はまつげを白くします。やっぱさお見せした通りこの毛も耳も白いですし、ウィッグもね明るい感じなんで、まつげも白い方が合うんじゃないのってことで白くしていくんですけれども、まずやっていくのはほんのちょっとだけ地まつげをビューラーで上げます。がっつりギュルンって上げるんじゃなくて緩やかに上げていきます。こう下がっているまつげがまっすぐ前向くかなぐらいで大丈夫なんで、若
干まつげを上げて、そしたら白いマスカラを持っていますよ。コスプレとかで使うような白いマスカラを持っている人はそれを使っていただいて、私は白いマスカラを買うのをだるがっているので、コンシーラーをスクリューブラシに取ってまつげに塗っていくのみでございますよ。ただまつげなのであんまり良くないかもよってなるかもしれないので、試す方は自己責任でって言っておきたいかな。すいませんね。はい、こんな感じでまつげを白くできました。素敵じゃないですか？これちょっとニコニコしちゃうかも。そうしましたら目に明るさを入れていくよって感じですね。適当なマットハイライトとかアイシャドウのすごい明るい色で目頭にちょんと明るい色を置いて、これを上側と下側にぼかしてそしたらね、マットハイライトを涙袋の目頭あたりにちょっとうっすら塗っていきます。はい、OK。こんな感じでアイメイクが終わりました。なんか今までにない感じの男装メイクになった。嬉しい。そうしましたら本日は珍しくチークをやっていきます。鼻の一帯あるでしょ、ここにチークをしていくので、やるチークはね、こういうなんか茶色っぽいオレンジっぽいみたいなやつをやっていきます。こいつは本当はねシェーディングなんだけど、信じられないぐらい色が合わなかったので、こういう時のチークとして使ってます。こいつを取ったら鼻一帯にドカンですよね。こんな感じで。待って、可愛くない？震え出しちゃったかもしれない。やだ。そしたらクリーミータッチライナーでそばかすをちょんって描いていきます。ちょんとこんな感じかな。伝わってるかな、カメラで。わかんないかもしれないんだけど、そばかすがバッと描けました。かわいい。そしたら鼻だけツヤのあるハイライトを塗っていきます。私が使うのはセザンヌパールグローハイライトでございます。このハイライトを細くポイントで塗っていきます。目と目の間の部分とこの先に塗っておくと。そうしましたら最後の工程、リップに行きますよ。で、リップを塗る前にファンデーションとかで唇の色を消しまして、こんな感じで唇の色を消せましたら、塗っていくのはまず Into You の EM10 番を口に塗っていくんですけど、内側中心に塗っていきます。そうしたら唇の内側にかなり濃いめのリップを使っていきます。今回使っていくのはバージンのベルベットティントの V20 番を使っていきます。こいつをですね、唇の内側のキワッキワに塗っていきます。もうほんと内側にだけみたいな細く塗っていきますよ。で、そしたら内側にセザンヌリップカラーシルクの03番を重ねて、ちょっと色味を深くするのと若干のツヤ感を出しました。そしたら最後に口角を作っていくんですけども、適当にシェーディングするやつとかアイシャドウとかちょっと取っていただいたら、唇の横に影を入れていきます。これ単純に影入れるだけなんで。はい、こんな感じで狼男メイクが完了いたしました。素晴らしいことが確定している。何ですかこのメイク。かわいい。ちょっとさすがに楽しみなので、さっさとウィッグをかぶってきたり、このようにね用意してきた小物とかお洋服を着ていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということで完成いたしました狼男メイクでございます。すいません。今ね、ヤイヤをつけておりまして、べらぼうに喋りづらいでございますので、本当に聞き取りづらかったらごめんなさいって感じなんですけど、ビジュアルが気に入らないなって思うので、ちょっとつけさせて頑張って喋りますから。ということで、こんな感じで完成したんですけど、めちゃくちゃ良くないですか？聞こえてますかね？私、過去一で良いと思ってる。なんか私、毎回さ、ダンスをするために過去一を更新してると思うんだけれども、今回はだいぶ飛躍して過去一。このカラコンとさ、髪の毛の色がさ、すごくぴったりで、同じぐらいの明るさと色で、もうそこからまずすごく拍手をしたいし、鼻らへんのチークとかちょっと若干リップをねオレンジっぽくしたりとかで動物感が出たんじゃないかなってすごく思います。で、さっきも若干触れたんですけど、このウィッグね、ウィッグ可愛くない？上の方はね金髪なんだけど、下に行くにつれて若干明るめのチャーパーツぐらいになってて、で髪型はお分かりの通りウルフでございますよ。まあね、狼男装なんでウルフにしなきゃ意味ねえだろうと思ってウルフのウィッグをご準備いたしました。で、お
洋服はだるっとしているタイプの黒いシャツでございますね。であとはヤイがつけているってこと。ただ本当に喋りづらいのでさっさと終わった方がいいですよ。こんな喋り方をしている私長々と見てらんないと思うのでさっさと終わります。すいませんね。ということで本日は狼男メイクでございました。過去一顔もガラッと変えられてかつ男性っぽくなれたんじゃないかなと私はだいぶ上機嫌でございます。多分この後写真を撮る手が止まりません。そんじゃ今週金曜日の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。甘噛みしちゃった、ごめんなさい。じゃバイバーイ。マジで可愛い。